こんにちは、アンナスです。今日は、私の本では本とかインターネットで配布している図案とかに関して、指し順をつけてるんですけど、どうして指し順をつけているのかっていう話をしたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。では指し順の話をしたいと思います。これ私の本なんですけど、こっちの本が一番初めに出させてもらった美術出版社から出てる、もう今は売ってない本なんですけど、初めての刺繍小物っていう本ですね。でこれが一番今撮ってる段階で一番最新の美味しい刺繍川出消防新社から出てる、これは今の動画の時点では買えます。 YouTube ね、過去のやつ遡って見る方もいらっしゃるんでちょっとあれなんですけど、2023年の今の時点では、これが一番最新刊です。でこの間に15冊ぐらい出てるのか、ちょっと私数数えるのが苦手なんで自分が何冊出してるのかちょっとすぐ言えないんですけど、その中で割と最初の時はやり始めなので指し順ってあんまり書いてなかったんです。詳しくは指し順って何っていうのは、私の図案ってこれ無料で配ってる図案なんでちょっと見せちゃうんですけど、こうやって番号を振ってるんですね。花びらはこことここからここが1番ですで2番がここですみたいな感じで指し順を全部書いてるんですね。でこの指し順ってどういう法則でできているのかっていう話なんですけど、要はサテンステッチが多いんですよ、私は。だからチェーンステッチとかだとちょっと違う時もあると思いますけど、ちゃんと例えばこの蝶々だとすると、蝶々はこのちっちゃい丸を先にやるんですね。これ1番は真ん中ですけど2番ねになってますね。でその後にこの周りの黄色い羽の部分を刺繍して、でさらに外側のこのブルーっぽい感じのサテンステッチ、ちっちゃいサテンステッチをやって、でその後下の羽をやるっていう順番になってるんです。でこれはなぜかというと、このちっちゃい丸のサイズを開けて外側を刺すっていうのは結構難しいんですよ。綺麗に開けられない。開けようと思うんですけど、私はできると思って一生懸命やるんですけどできないんですよね、なかなか。なのでもう先にしっかり丸を作ってしまう方が安心して外側が埋められるので、なので上から糸かぶったりとかしてせっかく綺麗な丸を作ったのになんかちょっと台形になっちゃったりとかってするっていうことはあるんですけど、それの回避の仕方はまた目の刺繍の仕方とか別の動画でやってるんですけど、それはさておき、指し順っていうのはそういうサテンステッチベースで考えた私のイラスト刺繍の中でどうやって順番に刺せば綺麗に立体感、奥行きってほどでもないんですけどが出て表現できるかっていう、これがおすすめですよっていう順番です。なのでおすすめなので絶対ってわけではないです。だから丸のサイズを開けて外側から刺した方が私はすごいうまくできるんだっていう人もいると思います。だからそこは全然ご自由にやっていただいていいんですけど、私がやっててすごいこの方がやりやすかったなみたいな感じのものを書いてます。なので初心者で全くわからないっていう人はとりあえずもうこれを鵜呑みにしてこの順番でやっていただくといいと思います。でちょっと慣れてきたら、例えばそうですね、なんかこういうパンのこれクロワッサンですね。クロワッサンのこれは真ん中から刺し始めて左右に刺し広げるんです。だから真ん中が1番でちょっと見せられないんですけど1番で左右が2番刺し順としてね。でその外側が3番で4番みたいな感じで、一応そういうなんかこう紙面としてそういう風に書いてるんですけど、なんかその順番別に守らなくても
隣に差し広げていけばいいんですよね、要は。だから一つ作ってそこに対して隣だからこのパンを刺繍して、でその後にレモンを刺繍して、これサーモンですね。サーモンを刺繍して、でこのなんか葉っぱみたいなのを刺繍して、でレタスかなでその下にある半分に切った下側のクロワッサンを刺繍してっていう順番になってるんですけど、なので例えばそのレモンを完成させてから次のレモンに行きますみたいな感じで、この白い部分はその時にやってもいいし、これなんかパッと見ここにも白いのいっぱいあるんで、全部刺繍が終わってから白を刺してもいいわけですね。でも本だから一応順番書かなきゃいけないので、そういう臨機応変なことは書けないので、ちょっと書くとぐちゃぐちゃするんで、ちょっとどう書いたか忘れたんですけど、まあ一つずつ仕上げるっていう風にしなくても、後から白をちゃちゃちゃっと入れれば OK みたいな、そういうこともやってもいいと思います。そういうのがだんだん多分刺繍たくさんやっていくと分かってくると思うんですね。この順番で書いてあるけど、まあこれは後に置いといても大丈夫かなとか、なんかそういうのを自分でこう分かってくるようになるんですけど、それ分かるまではやっぱ法則っていうのがある程度こう分からないといけないですけど、そこまで文章とかで 1+1 は2みたいな、そういうそういうものは何も書いていないので、だんだんやっていくうちにこういうことなんだなっていうのは皆さん分かっていっていらっしゃる感じです。まあでも私が今言ったことすべてですね、一つ刺繍したら隣に広げたり、奥行きのあるものは手前のものを刺繍して形をきれいに作ってから奥に刺していく。まあこれ奥にってことなんですけど、そういう感じで刺していくとまあ大体きれいにいくと思います。なのでそういう感じでそれをちょっと頭に入れつつ、それはね本には書いてないんで、そういうことまでは本には書いていないので、動画でしかねちょっとまだこういうのはできてないんですけど、この順番っていうのはそういう順番でやってます。なんかこれを絶対に守らないといけないってわけでもないし、でも初心者はこれもう全然全くわからないと思うので、まあとりあえずこの順番でやろうかっていう感じでやってもらえればいいなと思ってます。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。